くの海からこんにちは、東雲はつりです。最近、日本は春の暖かさがやってきました。ビールが美味しい季節になってきましたよね。今回はビールに合う最高のおやつ、燻製を作っていこうと思います。皆さん、燻製って言うと、準備が大変そうとか、大変な割にあんまり量ができないんじゃないかって思うじゃないですか。はつりもね、こういうしっかりした燻製機を買ったことがあるんですけど、こういうのって使ってないとき邪魔ですよね。あと、あんまり量が作れません。燻製には温めながら燻製する温燻と温めずに煙を当て続ける冷燻があります。お手軽燻製やとフライパン燻製とかもあるけど、チーズなんかは温めすぎると溶けちゃうので意外と難しいですね。あとはフライパンの中にチップが燃えるスペースと燻製するものを置くスペースが必要になるので、そういうところも難しい。最近はね、こういうスモークガンっていうのも流行ってて、はつりも貸してもらったことがあるんですけど、この機械の中にチップを入れて火をつけるとポンプで煙だけ送ってくれるんですよね。本格的な冷燻だと数日とか時間をかけるらしいんですけど、ちょっと香りつけたいだけだったら一番お手軽なアイテムです。ただしプラスチック製でモーターも貧弱なので耐久性は低いみたいです。今回はこのスモークガンにインスピレーションを受けて100均で買える2つのアイテムだけを使って簡易燻製機と燻製グルメを作っていこうと思います。さあ、買ってきましたよ。今回セリアで買ってきたのは金属ストローとテントの金属ファスナーにつける棒です。あとは GTX1080Ti。もちろん空箱ですよ。まずはこの3つを使って燻製機を作っていきます。はじめにテントの金属ファスナーの端に切り込みを入れて広げていきます。パフェ用のストロースプーンみたいにしてチップを乗せて火をつけられる場所を作っていきます。グラインダーなんて持ってないよって方もね、これアルミ製なので100均のニッパーでも十分切ることができます。次にステンレスストローの途中に穴を開けていきます。このストローは煙突になる予定です。今回は再利用したいので金属のストローにしましたけど、紙ストローでも構いません。これを GPU の箱に挿しただけの燻製機がこちらになります。まずはね、無難にチーズを入れていきますか。さらに練り物系、かまぼこと唐揚げを入れていきます。桜チップとピートパウダーを入れて火をつけます。気合の入ったセリアだったらね、桜チップが100円で買えます。ピートパウダーはウイスキーの香り付けにも使われてる炭化した植物の粉です。これがあると苦味に近い深いコクが出るので、これはあった方がいいやつですね。煙が出てきました。今回のやつは簡易版なので、あんまり煙の流量は出なさそうです。火にかかってるパイプを直接箱に刺してるので、燃えるのが心配かもしれませんが、高いところでせいぜい7、80度って感じですね。新聞紙が燃えるのに290度、上質紙だと450度必要なので、それなりに安全そうです。でもアルミの棒でやったのはちょっと失敗だったかもしれません。長時間火にかけすぎると溶けてきちゃいました。ずっと火にかけておく必要はないんでね、加工のしやすさを選ぶか丈夫さを選ぶかってところですかね。できました。この開けた時の煙が映えますよね。フラッシュで撮影すると一番映えます。おいしい。今回ね、この段ボールを使う燻製だと縦型タイプよりもたくさんの食材を乗せることができます。さらにね、箱を重ねて煙の通り道を作れば燻製のマンションを作ることもできます。燻製のコツは水分が少ない、油分が多い、旨味の多いものを選ぶと成功しやすいです。まず水分の少なさなんですけど、昔燻製にはまりだした時に
スモークサーモンをミリシラで作ろうとしたことがあって、鮭の刺身を買ってきてそのまま燻製したらスモーク感のないぬるい刺身になったことがあります。水分がある場合はね、乾燥をねさせないといけないんですね。次に油分ですね。ナッツの燻製とかも定番ですけど、適度に油分を含んでいる方が成功しやすいです。今回だとチーズとか練り物、特に唐揚げなんかは1回上がってますからね。最後に旨味ですよね。燻製にはまるといろんなものを燻製したくなるんですけど、水分が少なくて油分があると煙がつきやすくて、さらに旨味があると燻製の味とよく合う可能性が高いです。いぶりがっことかホタテとか旨味系ですよね。祭りはキャンプとかバーベキューの余興に炭の上にチップを乗せて段ボール燻製をよくやるんですけど、食べて飲んでたらすぐなくなっちゃいますよね。一番初心者向けで一番生産性能の高い燻製の種がこちら、スナック菓子です。水分少ない、油分が多い、旨味がある、さらに固形なので箱の中に適当にバーって入れるだけで煙が回り込んで箱の体積を 100% 利用することができるんです。ワンウェーブで1週間分のおやつができて生産能力最強なので、バーベキューのお土産になって帰ってからも楽しめる、そういうプレイングが可能になります。今回は最後に燻製カレールーを作ります。燻製カレーがね、美味しいんですよ。ルーをピーラーで削っていきます。ルーが分解していくので大変ですね。これ2枚重ね合わせると最強なのでは？ダメや。最終手段、ブレンダーを使います。ブレンダー使うと楽なんですけど、なんとも言えない感じになるのが嫌なんですよね。わー、超楽です。でも伝わりますかね、このなんとも言えなさ。燻製ができても見た目は変わりません。YouTube 映えしないやつですね。お皿に並べたので食べていきましょう。美味しい。チーズ色薄いじゃないですか。冷燻で30分ぐらいだと色はつきにくいんですけど、しっかり燻されてますね。やっぱりちょっと熱入ってる方がね、色つきやすいですね。元のチーズから美味しいので超美味しいです。ビールは札幌黒ラベル。すっきりしててアルコール臭くないのがいいですね。プリッツをいただきます。小麦の甘みと旨味の多い塩味、それに燻製の味がよく合いますね。堅揚げポテトも最高です。揚がって硬くなってることで噛むたびに芋の旨味が油と一緒に出てきて、そして胡椒効いてますよね。この胡椒と燻製のハーモニーが抜群です。さやえんどうは豆のフレッシュな香味をスナックにしたお菓子です。このフレッシュな味と燻製味がめちゃくちゃ合うんですよね。さやえんどうを普段あまり食べない人でもこの組み合わせは刺さると思います。次にかまぼこです。かまぼこは魚肉のすり身、魚肉の旨味と練り込まれた出汁を楽しむものなので、この旨味と燻製っていうのがやっぱり相性がいいですね。シンプルな魚介の旨味と燻製のコラボレーション、素朴最強って感じの味ですね。これ最高。これは唐揚げという食べ物で、日本でも食べたことない人は結構いるんじゃないかな。魚のすり身と魚介の出汁、さらに玉ねぎ、人参、ごぼう、砂糖にみりんも入ってて、しかも揚がっているので旨味がブーストされています。魚と野菜の出汁の総力戦みたいな食べ物ですよね。それが上がっているので、実はがっつり系になってるところに燻製の旨味も来るわけですね。これだけ食べて生きていける。燻製で一番好きかもしれないです。ジャパニーズカレールーもね、旨味を集めたアベンジャーズなんだよな。肉と野菜、ガーリック、スパイス、油、そこに燻製ですよ。美味しいですね。ただこれはにしか見えん。グツグツ。
カレーの旨味、お肉と野菜の出汁と辛口の胡椒的辛さ、燻製の風味が合いますね。ただもうちょっと燻製した方が良かったかな。前回ルーの燻製を作った時は熱が入ってルーが溶けてしまっていたので、もしかしたらちょっと溶けて柔らかくなってる方が燻製の入りがいい可能性もあります。燻製カレーはですね、見た目が普通のカレーすぎるので全然伝わらないと思うんですけど、都内だとね、IBM のお膝元、水天宮と大久保に燻カレっていう燻製カレーのお店があるので、首都圏済みの方にはおすすめです。美味しかった。今回は200円で簡易燻製機を作って燻製グルメを作ってみました。味なら加賀揚げ、手軽に長く楽しむならスナック、変わり種やったら燻製カレーっていう感じで楽しめました。燻製機もね、いろいろ作ってるので、好評やったらもっと本格的な燻製機も作ってみようかなって思います。ぶっちゃけね、スモークガンとか爆煙でめちゃくちゃ使いやすいので、快適な燻製体験がしたいならスモーキングガンを買うのがいいと思います。温燻もね、温めながらスモーキングガン使えばできますからね。あとは燻製スナックをたくさん作るのもめちゃくちゃいいです。一口目の多幸感が最高ですからね。仕事中の休憩の時とかに一口食べるとパーってね、幸せな風味が広がります。嗜好品みたいな形で食べれるので、そういうの好きな方はかなり重宝すると思います。今回は告知があります。VTuber の笠井いつきちゃん書き下ろしの新作ステッカー4点を販売開始しました。さらにビールフェスに行くときに便利な食べ歩きビアボードをブースで販売開始しました。これにもいつきちゃん書き下ろしのビールを飲んでる絵柄が刻印されています。ビールフェス以外にも出店のあるお祭りやお花見、コストコでもちょっと便利です。海外発送も許可しているので、海外からでもバイーやモンゴーレン25から代理購入できるようです。この動画で告知する前からすでに4枚くらい売れてます。皆さんぜひゲットしてみてくださいね。今回いかがだったでしょうか？面白かったよって方は高評価、チャンネル登録、Twitter でシェアしたり、YouTube コメントをいただけると励みになります。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。